私は現在東京の新宿駅に来ております。これから青春18切符を購入して東京から北海道まで電車で旅していきたいと思います。8시 정각 출발 특급 아즈사 5호 민원이 오타리 편의 9번 플랫폼에서 출발합니다. 이용하실 승객께서는 9번 플랫폼에서 기다려주십시오. お釣りや切符の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発見しています。お釣りや切符の取り忘れにご注意ください。発見しています。切符をお受け取りください。ありがとう。2020年8月19日水曜日8時現在の新宿駅の様子です。平日の朝ですが人はとても少ない印象を受けます。18切符お願いします。1回目の方ですね。はい。ではこちらですね。お気をつけていってらっしゃいませ。本日のスタンプをいただきました。8時8分新宿発の湘南新宿ライン高崎線に乗ってまずは群馬の高崎駅を目指していきます。現在南浦和の辺りを通過中です。10時3分高崎駅に到着しました。ご当地のポテトチップスが美味しそうなのでちょっと眺めています。次の電車まで約22分間があるので駅構外の方もさっと眺めていきます。続いて10時25分発 JR 上越線水上行きの電車に乗っております。こちらは敷島駅あたりの車窓となります。だいぶ自然も増えてきた印象です。現在水上町のあたりです。もう少しで水上駅に到着します。水上駅の風景です。こちらでは次の電車まで約11分の時間があります。次に乗る上越線長岡行きの電車です。今回長岡駅まで直通では行かず途中の土合駅で一旦降りてみたいと思います。土合駅でセルフ記念撮影をしてみます。
それでは駅のホームの方から出口までノーカットで撮影していきたいと思います。謎の水が流れております。ここ土合駅は日本一のモグラ駅としても有名ですね。462段338メートルの階段です。果てしないです。現在100段のところまで登ってきました。下を見渡すとこのような感じです。壁からも水が流れてます。ご親切にベンチも設置されております。現在200段です。下を見渡すとこのような感じです。
300段までやってきました。下はこのような感じになっております。またベンチがありました。400段まで到着しました。だいぶ登ってきました。ようやく462段までやってきました。ここからの風景もだいぶ綺麗で癒されます。この道もなんかちょっと映画とかに出てきそうですよね。
ようやく出口の近くまでやってきました。せっかくなので、水上、高崎、大宮、上野方面の地上ホームの方も見ていきたいと思います。最近できたモグラカフェは本日は残念ながらお休みでした。土合駅の駅舎です。13時49分土合発、15時29分長岡着の電車に乗っております。こちらは岩っ原スキー場近辺の車窓です。上越線の素晴らしい車窓を1分少々お楽しみください。というわけで新潟県は長岡駅へ到着しました。
4番線に列車が入ります。黄色い線までお下がりください。ここで新潟行きの電車へ乗り換え、新潟駅まで向かっていきたいと思います。こちら途中の新津駅なんですが、夕日が素晴らしかったということもあって途中下車してしまいました。こういう途中下車も18切符旅の魅力の一つだと自分は思っております。というわけで新潟駅へ到着しました。ここでは一旦改札の外へ出てみたいと思います。新潟駅前はこのような感じになっております。ちょっとだけ買い物をしてまた電車の方へ向かっていきたいと思います。本日は西新発で一泊したいと思うので、20時20分発 JR 白新線の新発駅に乗りたいと思います。西新発までは約31分です。西新発駅へ到着しました。もう21時前なので辺りもだいぶ真っ暗になってきています。西新発駅はこのような感じの建物です。本日の宿となる快活クラブへ到着しました。本日はここでゆっくり休んでいきたいと思います。おはようございます。青春18切符旅2日目です。本日自分は6時47分発の電車に乗る予定だったんですけれども、ちょっと寝坊してしまいまして、このままじゃ本日五能線経由で青森まで行けないということで、ちょっと今回特急列車に課金をしたいと考えております。とりあえず西新発駅に到着しました。
隣の新発田駅から特急列車が出ているので、とりあえずそちらを目指したいと思います。この付近は大変混雑いたします。あらかじめ待合室より新潟方でお待ちください。この付近は大変混雑いたします。あらかじめ待合室より新潟方でお待ちください。というわけで新発田駅に到着しました。今回はこの列車 JR 羽越本線稲穂1号に乗っていきたいと思います。8時47分新発田発、そしてそのまま10時16分に鶴岡で降りる予定です。ご乗車ありがとうございました。新発田から鶴岡までの自由席で3340円でした。そして今回はこの新潟の日本酒菊水がお供です。車窓はこのような感じになっております。それでは稲穂感満載の美しい車窓を30秒ほどお楽しみください。村上駅を過ぎたあたりからはこのように海を眺めることもできます。鶴岡駅に到着しました。次の電車まで約30分ほど時間があるので、駅の周りを軽く眺めてみます。さて、次に乗る酒田行きの電車がやってきました。は2両編成で運転しまいります。お手洗いは前の車両にございます。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。さて、11時24分、酒田駅に到着いたしました。私としてはおよそ3年ぶりの酒田です。酒田で1時間ほど時間があるので昼食を取ろうと思うのですが、食べたかった中華そば屋が本日定休日ということで他のお店を探していきたいと思います。ラーメン屋さんも見つけましたが、残念ながら現在は休業中となっておりました。諦めて他のお店を探します。
ちょっとポップすぎますが、ここのお店はやっているみたいなので、とりあえず入ってみたいと思います。内装はこのような感じです。今回はカツ定食を注文しました。さて、12時29分、酒田発の電車に乗って次の目的地秋田へ向かいます。秋田まではおよそ2時間の乗車となります。雰囲気が素敵な折渡駅を通過。さて、現在市川駅の辺りを通っておりますが、この辺りは車窓もなかなか素晴らしいです。14時20分、秋田駅へ到着いたしました。ここでも次の電車まで1時間ほど時間があるので、秋田駅近辺を探索していきたいと思います。せっかくなのでリゾート白神にも乗っていきたいんですが、本日は普通列車の方で向かっていこうと考えております。15時19分の弘前行きに乗るので約1時間時間があります。秋田駅のコンコースはこのような感じになっております。せっかくなので駅の外の方へ向かっていきます。現在眺めているのは東口の方となります。秋田産の魚を仕入れているというお寿司屋さんを見つけたので、こちらでちょっと軽食を取っていきたいと思います。弘前行きの電車へ乗っていきます。東能代駅近辺の全面展望です。さて、東能代駅へ到着いたしました。太陽がとても眩しいです。
ちらから五能線へ乗り換えていきます。能代駅を通過いたします。北能代駅も通過いたします。岩立駅で数分停車とのことで、ホームの様子だけ軽く眺めていきたいと思います。それでは日本海と白神山地に挟まれた五能線の車窓を少々お楽しみください。ベスパ椿山駅を通過いたします。いつかここもじっくり訪れてみたいところです。18時21分、深浦駅へ到着いたしました。こちらでも1時間ほど時間があるので、深浦駅近辺で夕食を食べていきたいと思います。さて、本日の夕食です。なんとこのお店、窓から絶景の日本海が眺められる素晴らしいお店となっております。それでは19時19分、深浦発の電車に乗って川辺駅まで向かっていきます。相方はこちらのメロンのお酒です。等々力駅を通過いたします。本当ならこちらで降りてみたかったんですが、これは最終列車のため、残念ながら窓から眺めるのみとなります。
石造駅も残念ながら下車できずに通過のみとなります。21時57分、なんとか川辺駅へ到着いたしました。20分ほど駅に滞在した後、JR 奥羽本線に乗って本日は新青森駅まで行こうと思っております。せっかくなので駅の外もちょっとだけ見に行ってみたいと思います。ご覧の通り誰もおりません。川辺駅から新青森駅までは約30分となります。ようやく新青森駅まで到着いたしました。早速本日の宿まで向かっていきたいと思います。青森に来たことはあるのですが、新青森駅で下車するのは実は初めてなんですよね。初めて降りる駅ってなんだかワクワクしますよね。
さて本日の宿へ到着いたしました。2日連続の快活クラブです。夜にも朝にもシャワーを使いたいので、快活クラブのタオル使い放題が自分にとってはとてもありがたいです。本日の快活クラブの個室の様子です。それではおやすみなさい。おはようございます。青春18切符旅3日目です。本日は朝10時に青森を出発するフェリーに乗って函館まで行く予定です。函館でいろいろ観光したいと思っているので、本日は移動はあまりせず、函館近辺で宿泊したいと考えております。津軽海峡フェリーのターミナルに到着いたしました。それではフェリーへ乗船したいと思います。青森港から函館港までは3時間40分の移動時間となります。その間じっくり津軽海峡フェリーを満喫したいと思います。本日は津軽海峡フェリーブルームナスにご乗船いただきまして誠にありがとうございます。本船はまもなく青森港10時ちょうどに出港いたしまして、函館港フェリー島には13時40分の到着を予定しております。到着までの時間、どうぞごゆっくりとお過ごしください。続きまして、船内の出港いたしますと、車両後半にはご乗ることができませんので、お車内にお荷物、必需品などお忘れ物には十分なご注意をお願いいたします。また船内、寝室、寝室のあたりはおタバコをお吸いのお客様はロビーで平日の朝ということもあってか、船内は結構空いている印象を受けます。飲食店などはないんですが、自販機が結構豊富に取り揃えられています。犬と泊まれるお部屋もあるみたいです。函館港へ到着いたしました。こちらから函館駅まではだいぶ距離があるので、とりあえず五稜郭駅までバスで向かっていきたいと思います。
バス停を降りて少し歩き、五稜郭駅ももう目の前まで来ております。お昼ご飯はこちらの五稜郭駅近くのラーメン屋で食べていきたいと思います。函館ブラックを注文しました。見た目といい、香りといい、なかなか美味しそうです。ようやく五稜郭駅へやってきました。本日はここで3日目のスタンプを押してもらいます。じゃあチケットお願いします。はい。はい。ありがとうございます。五稜郭駅のスタンプは新宿や柴田のものよりも少しだけ大きめですね。函館行きの電車がやってきました。天気が良い日は函館山が見えます。函館駅へ到着いたしました。
18切符です。はい、ありがとうございます。函館駅です。本日は後の時間は観光に当てたいと思います。ラッキーピエロという函館で有名なハンバーガー屋さんです。夜は函館山へもロープウェイで登りました。後半はだいぶ短めでしたが、本日の宿に到着いたしました。本日泊まるお部屋はこのような感じになっております。今晩のお供は北海道では有名なこちらのガラナサワーです。それではおやすみなさい。おはようございます。青春18切符旅4日目です。本日はここ函館を出発して日本一の秘境駅と言われている小幌駅へ寄って、最後は札幌駅まで行って泊まりたいと考えております。函館駅を10時53分に出発すればよくて、まだ時間が少しあるので函館の朝市で海鮮を食べていきたいと思います。函館駅のすぐ近くに函館朝市はあります。美味しそうなお店がたくさんあって、どこで食べるかちょっと迷っちゃいますね。ウニとイクラとボタンエビの乗った3色丼を注文しました。お腹も満たされたところで本日の旅を始めていきます。4日目のスタンプは函館駅で押してもらいます。18切符をお願いします。4回目ですよ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。函館駅もなかなか大きめなスタンプです。
10時53分発森行きの電車へ乗っていきます。まだ20分弱ほど時間があるのですが、電車はもう来ているようでしたね。今回のお供はこのナポリンサワーです。どうも酒くずです。ナポリンサワー18切符車窓の3ショットです。仁山駅で少々停車したのでホームだけ歩いてみたいと思います。赤井川駅でも少々停車したのでホームだけ軽く歩いてみます。整理券をお取りください。This is the local train bound for12時21分森駅へ到着いたしました。次の13時44分の長万部行きの電車まで80分ほど時間があるので森駅でちょっと下車して昼ご飯もここで食べていきたいと思います。富良野線のビバウシ駅のポスターですね。
森駅の駅前広場はこのような感じになっております。ここはイカ飯が有名なので、こちらで買って食べてみたいと思います。ホームの待合室でのんびりしながらイカ飯を食べます。さて、森駅を出発して現在石屋駅の辺りを通っております。この調子でどんどん進めていきたいと思います。かなり見晴らしのいい山崎駅です。さて、14時57分、長万部駅へ到着いたしました。ここから30分ほど待って15時24分発東室蘭行きの電車に乗って途中の小幌駅で降りていきます。さて、こちらに乗って小幌駅まで向かっていきます。小幌駅へ到着いたしました。17時39分の出発まで約2時間あるので、今回はせっかくなので小幌駅ホームから海の方まで歩いて目指していきたいと思います。この左の小さい建物が一応トイレにもなってます。このような感じで岩屋観音側と文太郎浜の方で道が分かれているんですが、今回は文太郎浜の方へ行ってみたいと思います。
ようやく浜の方へ到着いたしました。秘境駅からここまで道が続いているってなんだかロマンがあって自分は素敵だと思います。駅の方まで戻ってきました。もうすぐ電車が来るのでここで待ちたいと思います。17時39分、小幌発長万部行きの電車がやってきました。さて17時57分、長万部駅へ到着いたしました。次の電車が20時発なのでおよそ2時間時間があるので長万部駅で夕食をとっていきたいと思います。駅から少し歩いたところにある居酒屋が開いていたのでそちらで夕食をとっています。こちらは北海道名物のザンギです。さて長万部駅へ戻ってきました。ここを20時に出発して22時50分に小樽駅に到着するので2時間50分の旅となります。昆布駅を通過いたします。銀山駅を通過します。ここは秘境駅の一つでもあるので時間があれば降りたかったんですけど今回は残念ながら通過のみとなります。小樽駅へ到着しました。さて本日最後の電車です。23時10分発札幌岩見沢駅の電車へ乗って札幌駅で降りて本日の宿を探していきたいと思います。さて23時54分札幌駅へ到着いたしました。この列車は
中札幌ビール庭園には止まりません。この列車は千歳方面の最終列車です。18切符で23時59分発千歳行き最終列車はまもなく発車いたします。ご乗車のお客様は6番線にお降りください。この列車は千歳方面の最終列車です。お乗り遅れのないようご注意ください。さて、本日の宿に到着いたしました。今日はこちらのホテルへ泊まっていきます。さて、部屋へ到着しました。一人なんですけど、ツインルームに案内されて、値段もなんと2000円ということで、かなり安いです。今日はこちらでゆっくり休みます。おはようございます。青春18切符旅5日目最終日です。本日はここ札幌を少しだけ観光して、新千歳空港から帰る予定です。最初に来たのは札幌駅からすぐ近くにある北海道大学です。駅の中に川も流れていて、とても自然豊かな大学です。札幌駅へ到着いたしました。ここで18切符5日目のスタンプを押してもらう予定です。14時35分発の快速エアポートに乗って新千歳空港まで向かいます。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。チケットホルダーをご利用のお客様は切符の取り忘れにもご注意ください。The next stop is the new Chitose Airport Terminal. Please be sure to take all your belongings with you. 新千歳空港でカルビーの揚げたてポテトチップスを試食します。さて、今回の5日間の旅も終わりが見えてきました。5日間振り返ると本当に楽しく充実した旅だったと思います。すでに次の旅を始めたい勢いです。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価いただけると大変嬉しいです。これからもうちのを何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。